今回は UV レジンを使ってドールのアイを作ってみたいと思います。今回レジンアイを作ろうと思ったきっかけなんですけど、こちらが雪みきさんの目で、こちらが碁石アイなんですけど、これのですね、表面が結構平たいんですよね、碁石の場合。カボショも同じようにこんな平たいんですけど、表面が平たいと、あさちゃんちの X ハートユニットで目が動かないんで、こういう球体の目を作りたかったんですね。碁石の加工とかいろいろ頑張れるかなと思ったんですけど、ちょっと難しそうなんで、じゃあ試しにレジンで作ってみようというところですね。レジンで作るっていうのは王道なんで、なんで今までやってなかったかっていうのは、高いんですよね。この星の雫はですね、この 30g で確か1000いくらするんで、これ白の着色剤なんですけども、着色剤も買うと結構高いんで、碁石と株式に比べるともうコストが倍以上なんでですね。で、やってなかったっていうのがあります。では、アイを作っていくんですけども、あらかじめファイヤーアルパカでこんな感じで光沢紙に光彩を印刷してあります。光彩の描き方は以前ファイヤーアルパカの使い方みたいな感じでまとめた動画がありますので、そちらをご覧になっていただければと思うんですが、レジンは星の雫ハードとレジン用着色剤、宝石の雫ホワイトを使っています。この動画を作るにあたって、ドル沼チャンネルさんとシャイニーアイさんのアイ作成動画を参考にさせていただきました。まずですね、印刷したアイをちょっとカットします。たくさんあるんですけど、ちょっと全部作るかどうかはわかんないんですが、とりあえずですね、カットしていきます。はい、アイはこんな感じで切れました。これをまた使っていこうと思います。使用するモールドはパジコさんのこのいっぱい穴が開いてるやつで、24mm、20mm、18mm とあるので、20mm をやっていこうと思うんですね。これ、ゆきみくさんのアイなんですけども、ゆきみくさんのアイはですね、この直径が 22mm のはずだったんですよね。で、ちょっと一回りちっちゃいんですけど、この 20mm を使っていこうと思います。じゃあ、見よう見まねでやっていくんですけど、この 20mm のところにレジンを流し込んで、これを交際をこうやって乗っけて、で、今度は白で着色したものをまた上にくっつけていくっていう感じなんで、この高さはどうすればいいんですかね。適当にちょっとやってみましょうか。ではこのレジンをですね、流し込みます。でこれをこうですね。でする前に気泡をですね、抜きます。レジンはこれがめんどくさいんですよね。レジン用のマドラーみたいなのっていうのは買ってないんで、爪楊枝でやります。シャイニーアイさん曰く、気泡は潰さずにすくい取るみたいな感じをおっしゃってましたね。これで取れたかな。結構細かいのがあるので頑張って取りますね。あんまりやるとキリがないのでですね、適当なところでちょっと終わらせて、これをですね、乗せるらしいんですよね。でこれ気泡入らないようにっていうらしいんですけど、これを気泡入らないようにするやり方ってどうすればいいんですかね。ちょっと反対側から、これ裏から見るとバッチシ気泡が入ってるんで、これを抜く方法はどうすればいいんだ。ここに気泡が1個ですね、大きいのが入ってるんですよね。で大丈夫かな。難しいですね、意外と。すごくサクッとやってたような気がするんですけど、私が不器用なだけなんですけどね。気泡は入ってないんですが、アイがですね、沈みかけてますね。一旦これでですね、LED を照射したいと思います。ででん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 。これで固まったと思うんですけども、微妙に中心がずれております。
続いてですね、この土台の部分を作っていこうと思うんですけど、調色をするシリコンを買ってないんで、これですね、プラモデルで使う色を調色する鉄のこの金属を使います。で、これにまずレジンをちょっと入れて、この時もあまり、これどれくらいでしょうね。適当です。続いてこの調色剤を使うんですけども、これはですね、よく振った方がいいらしいですね。で、私ですね、レジンのアレルギーはちょっと出ないと思ってたんですけど、レジンをやるとですね、口の中が微妙に痒くなってくるんで、換気してやっております。で、これにですね、1滴か2滴ぐらい。1滴ぐらいでいいのかな。じゃあもう少し入れてみましょう。あんまり入れると、この着色剤をあんまり入れすぎると、効果不良が起きるそうなんで、適度に。で、これをですね、混ぜるんですけど、パジコさんのホームページを見ると、最初は結構ねっとりしてるんですけど、2、3分ですね、これを混ぜると、少し粘度が下がって、とろ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 みが和らぐらしいので、それぐらい混ぜるらしいです。で、ドル沼チャンネルさんですと、ちゃんと計量していたんですが、ここ適当で。っていうか、測りがないんですね。すいません。結構混ぜるの大変ですね。ムラができますね、これ。ちゃんと混ぜないと。少し柔らかくなってきました。ちょっと薄い気がします。でもこれで作ってみます。これをですね、この中に流し込んでいこうと思います。これ気泡はめんどくさいんで取らないんですけど、これでですね、また LED を照射してみたいと思います。ドル沼チャンネルさんの作成動画では、この白は効果不良が起きるので2回に分けてって言ったんですけど、忘れててですね、1回になってました。一応これでできてるはずなんですね。ポロンと取って、はい、完成と。で、結構綺麗ですね。ピッカピカしてます。今回作ったアイを以前作ったコロネちゃんのヘッドにつけてみたいと思います。こんな感じで出来上がりは結構綺麗ですね。一発目の目っていう感じじゃないですし、気泡がないのですごく自然に見えます。ただですね、一つ違いがあるのは、光彩の印刷は同じサイズで印刷したんですけど、UV レジンで作った方はこの厚みがあるので少し大きく見えてますね、光彩が。これは以前作った碁石なんですけど、これサイズ大きさほとんど同じですよね。ほとんど同じですね。これだけ大きく見えるんで、一回りちっちゃくしないとこんな感じで大きく見える。これもですね、そんなに悪くはないんですけど、このサイズで合わせてるので、もう一回印刷をかけた方がいいかな。厚みをもう少し薄くすればいいのかもしれないですね。じゃあですね、この経験を踏まえて、反対側ですね、もう一回やってみたいと思います。じゃあレジンをもう一回、今度少なめにやってみますね。気泡を抜いて、光彩を入れるときは、多分ですね、こう斜めとかにして、徐々にこう、今落っこっちゃったんで、バッと。やっぱ気泡入っちゃいましたね。これをまた浸して、裏側から見たんですけど、気泡はないので、これをですね、さっきの失敗を踏まえて、中心に位置するように、はい、やりました。じゃあまたライトを当てたいと思います。
はい、できたので、またですね、土台の白いレジンを作っていきます。さっきですね、ちょっと薄かったんで、3滴今回入れてみたいと思います。4滴入れてみよう。混ぜます。今回はですね、参考動画と同じように2回に分けてやっていこうと思います。消化不良って中身なんで、消化不良起きたかどうかっていうのはちょっと分かりづらいんですけど、またライトを照射します。はい、では2回目のレジンを入れていきます。2回目もライトを照射していこうと思います。はい、2回目できたんで、これで取り出してみます。はい、右が2回目、左が1回目で、あんまり違いはわかんないかもしれないんですが、こちらの方がですね、色が濃いです。で、ヘッドにですね、セットしてみたいと思います。交際を乗せるレジンを薄くしたので、先ほどに比べると交際がちっちゃくなったんですけど、やっぱり大きくなりますね。レジン結構簡単ですね。レジンは高いしめんどくさいってイメージがあったんですけど、気泡さえ入らなければ超簡単ですね。すごい簡単に藍が作れます。交際作って印刷するっていう手間はまああるんですけど、これ十分すごい楽ちん。碁石のものと比べるとこんなに凹凸感が違うんで、ミキさんの藍に比べるとちょっとかなりですね、薄いんですけど、この表面が丸いので、こう動くと思うんですけどね、何度もあれなんですけども、元の交際よりこれぐらいちっちゃくしたものを作ったので、これでですね、藍を作った場合に同じぐらいの大きさになるかっていうのをちょっと試してみたいと思います。今回ちょっとこのぐらいの量にしてます。どれぐらいかっていうのが微妙に伝えづらいんですけど、2回目に作ったのと同じぐらいだと思ってます。で、これを端からこれを一気にやると空気入るんで、今いい感じで。で、これを真ん中に移動させて、真ん中に位置してるかどうかって下から見た方が分かりやすいので、位置が決まったらまたライトを当てます。はい、こんな感じで固まりました。ではまた白いですね、レジンを作っていこうと思います。今回は白い部分が量多かったんで3回に分けてやったんですけど、これで出来上がりました。左が2回目、右が今回ですね。かなり交際の大きさが違うと思います。これをヘッドに取り付けると、表面を薄くしたので、ちょっとですね、あれですね、やっぱちっちゃすぎますね、これだと。でもこれでもおかしくはない。私は左ぐらいの大きさが好きなので、もう一個サイズの大きいものを印刷してるんで、これで両目を作って一応完成にしたいなと思います。両目分ができたんですけども、ちょっとですね、これをですね、つけてみます。はい、これが装着した感じですね。これが碁石の方なんですけども、碁石の方はなんかのっぺりした感じがするんですけど、レジンの方はこう曲面になってるんで、横から見た場合もこう平たくないっていうんですか。碁石だとこう完全に平たいんですよね。ちょっと気になる点は表面にですね、このモールドがこうへこんでるんですね。ここにへこみがちょっと出ちゃってるんで、この上から1回ですね UV でちょっと凹凸がある部分はこのレジンをですね1回つけてですね、表面をコーティングするような感じにしてあげると多分平たくなると思うので、ちょっとやってみます。このコーティングはいつも碁石でやってるのとだいたい容量は同じで、表面に均一に UV レジンを塗ってあげる感じですね。表面をコーティングしたんでモールドの凹凸は消えました。はい、両目作ったものをセットしたものがこちらになります。いつもの手前味噌なんですけども、市販のものに比べて全然遜色ないレベルじゃないかなと思います。これが以前セットしてきた碁石藍なんですけども、
ちょっと違うところはですね、白目がですね、碁石の場合はかなり白いです。で、レジンの方はあんまり白を入れてないせいか、ちょっとですね、くすんだ感じの色になってるんですけども、あまり白くないので結構馴染んでるんじゃないかなと思います。あと他にですね、違いっていうのは、この碁石はですね、こう、平たいので、こうなんていうんですかね、つけた時にこの平たいのが何かわかるんですよね。で、この UV レジンで作った場合は、この球体のモールドを使ってるんで、こういう凹凸になってるわけですよね。だからこの横から見た場合、この碁石と比べると、こう平たい目とこの凹凸のある目で結構こう表情というか見た目が結構変わるんで、これがですね、すごく自然に見える点ですね。こんな感じ。ここが結構違います。手順的にはですね、もう本当にドル沼チャンネルさんとかの動画を参考にしたので、その通りやっているのでですね、全然、なんていう難しいところはなく、一番手間がかかるなっていうのは、気泡抜きのところと、あとこの交際を真ん中に位置するところですね。それ以外は特段難しいところはなかったかなと思います。一番めんどくさいのは気泡抜きなんですけども、私は動画を作る関係でそんなに細かくですね、気泡は抜いてないんですけど、一番最初にこのモールドに注入するときにですね、ちょび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 やると気泡が入っちゃうんですけど、慣れてくるとですね、一気にグーって押し出した方が気泡が入らないっていうのが多分分かってくると思うので、そういうやり方をすると結構気泡をですね、こう抜くっていう作業が根本的に少なくなるので、すごい藍の作成が楽になります。で、白い部分は気泡がもう入ってても全然見えないので、個人レベルでしたら気泡ここら辺あるんですけど、多分動画で見えないですよね。セットしててもほとんど気泡はですね、見えないので、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。今回いろいろ試してですね、もったいないなと思うのは、この白の部分のレジンが結構使うんですね。でこの星の雫さんのレジンって結構高いのでですね、30g でこれ1500円ぐらいするんですよね。白の着色剤も、これ今回 2mm なんですけど、確か 10mm ぐらいが売ってるんですよね。これも400円とか500円ぐらいするんで、結構高いのでですね、ここの部分をもっと安いレジンでやるとかですね、あとは樹脂粘土で作ったらどうかなと思ったんで、次の動画ではレジンをいかにコストダウンして綺麗に作れるかっていうのをちょっとチャレンジしてみたいなと思います。はい。ということで今回長い動画になってしまったんですけども、藍を作ってみたので、次はですね、いろんなコストダウンとか、100均のものとか使った藍にチャレンジしていこうと思いますので、ご期待いただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。